2021年5月に新型となる Apple TV 4K 第2世代が発売されました。Apple TV 4K 第2世代は2017年に発売された Apple TV 4K 第1世代の後継モデルで約3年8ヶ月ぶりの新型となります。Apple TV 4K 第2世代では数多くの新機能が盛り込まれています。そんな中、Apple TV 4K の第2世代は第1世代から何が変わったの？ Apple TV 4K の第1世代から第2世代に買い替える必要ある？と気になっている方も多いと思います。そこで今回は Apple TV 4K の新型と旧型の違いについて見ていきましょう。一つ目の Apple TV 4K の新型と旧型の違いはリモコンです。新型の Apple TV 4K 第2世代には新しい Siri リモート第2世代が同梱されています。Siri リモート第2世代は使いにくいと評判が悪かった Siri リモート第1世代を大幅に改良し、新しくタッチ対応クリックパッドを採用しています。Siri リモート第2世代ではリモコン上部の丸い部分を上下左右中央のクリックで操作したり、スマホのようにスワイプしたり、そして回転させるようになぞるジェスチャーで操作することができます。そのため、昔ながらのリモコンのようにボタンを押して操作することや、Siri リモート第一世代のようにスワイプして操作したり、かつての iPod のホイールのようにリングを回転させるようになぞって操作することもできます。ちなみに、Siri リモート第2世代は Apple TV 4K 第1世代にも対応しているので、リモコンだけ買って旧機種で使うこともできます。このように Apple TV 4K の新型と旧型の違いの一つにリモコンがあります。二つ目の Apple TV 4K の新型と旧型の違いはプロセッサです。Apple TV 4K 第2世代にはプロセッサに A12 バイオニックが搭載されています。Apple TV 4K 第2世代の A12 バイオニックと Apple TV 4K 第1世代の A10X フュージョンを比較すると処理能力には大きな違いはありません。ですが A12 シリーズの方が動画再生の能力が高いため、後で述べる違い5、動画再生、違い6、YouTube に影響しています。このように Apple TV 4K の新型と旧型の違いの一つにプロセッサがあります。三つ目の Apple TV 4K の新型と旧型の違いは HDMI です。Apple TV 4K 第2世代は新しく HDMI 2.1 に対応しています。Apple TV 4K 第1世代では HDMI 2.0A までの対応でした。HDMI 2.1 は 4K120Hz までの出力に対応しているのですが、tvOS14.6 の時点では60Hz までしか対応していません。おそらく今後のアップデートで 120Hz の出力に対応すると思われます。このように Apple TV 4K の新型と旧型の違いの一つに HDMI があります。四つ目の Apple TV 4K の新型と旧型の違いは Wi-Fi です。Apple TV 4K 第2世代では新しく Wi-Fi 6に対応しています。Apple TV 4K 第1世代では Wi-Fi 5までしか対応していませんでした。Wi-Fi 6では対応するルーターを使うことで最大 9.6Gbps の速度で通信することができます。そのため 4K 動画の再生などの通信量を多く使う場合もより快適に動画を視聴することができます。このように Apple TV 4K の新型と旧型の違いの一つに Wi-Fi があります。五つ目の Apple TV 4K の新型と旧型の違いは動画再生です。Apple TV 4K 第2世代では新しく 4K HDR60fps、4K Dolby Vision 60fps の動画再生に対応しています。Apple TV 4K 第1世代では 4K HDR30fps、4K Dolby Vision 30fps までの対応でした。これによって Apple TV 4K 第2世代では対応するスポーツなどの 4K HDR60fps の動画を見ることができます。このように
Apple TV 4K の新型と旧型の違いの一つに動画再生があります。6つ目の Apple TV 4K の新型と旧型の違いは YouTube です。Apple TV 4K 第2世代では新しく YouTube の 4K SDR60fps と 4K HDR60fps に対応しています。Apple TV 4K 第1世代では YouTube は 4K SDR30fps までで HDR は非対応でした。そのため Apple TV 4K 第2世代では YouTube にある数多くの 4K HDR60fps のコンテンツを視聴することができます。このように Apple TV 4K の新型と旧型の違いの一つに YouTube があります。7つ目の Apple TV 4K の新型と旧型の違いは EARC です。Apple TV 4K 第2世代では新しく EARC に対応しています。この EARC の機能を使うことでテレビの音声を Apple TV を経由してホームポットなどから出力することができます。そのため、地デジ、BS などのテレビ放送、ブルーレイ、HDD レコーダーなどの録画機、スイッチやプレイステーションなどのゲーム機といった様々な音声をホームポットから出力して視聴することができます。ホームポットのスピーカーは音質やサラウンドの面で高い評価を受けているため、Apple TV とホームポットを使うことで簡単にサラウンドシステムを構築することができるわけです。このように Apple TV 4K の新型と旧型の違いの一つに EARC があります。以上が Apple TV 4K の新型と旧型の違いになります。ここで Apple TV 4K 第1世代から第2世代へ買い替える必要はあると気になるところだと思います。その答えとしては HDMI 2.1、Wi-Fi 6、4K HDR60fps、YouTube の 4K SDR60fps と HDR60fps、EARC のいずれかが必要な人は買い替えるのがおすすめになります。というのも、まず、新しいSiriリモート第2世代は、旧型の Apple TV 4K 第1世代にも対応しているので、リモコンだけ別に買うこともできるためです。次に、Apple TV 4K 第2世代の A12 バイオニックと Apple TV 4K 第1世代の A10X フュージョンには処理能力に大差がないため、処理能力向上に期待して買い替える必要はないと思います。このように、リモコンと処理能力向上が目的の場合は、わざわざ買い替えなくても Apple TV 4K 第1世代で十分となります。逆に HDMI 2.1、Wi-Fi 6、4K HDR60fps、YouTube の 4K SDR60fps と HDR60fps、EARC のいずれかが欲しい場合は、新しい Apple TV 4K 第2世代に買い替えないと手に入れることができません。特に YouTube で 4K HDR60fps の動画が見たいという人は多いと思うので、ここが重要な機能となってきそうです。このように Apple TV 4K 第1世代から Apple TV 4K 第2世代へ買い替える必要があるかどうかは HDMI 2.1、Wi-Fi 6、4K HDR60fps、YouTube の 4K SDR60fps と HDR60fps、EARC で決まってきます。今回は Apple TV 4K の新型と旧型の違いについてご紹介しました。このように Apple TV 4K の新型と旧型の違いにはリモコン、プロセッサー、HDMI、Wi-Fi、動画再生、YouTube、EARC などがあります。Apple TV 4K を第1世代から第2世代に買い替える必要があるかどうかは HDMI 2.1、Wi-Fi 6、4K HDR60fps、YouTube の 4K SDR60fps と HDR60fps、EARC が必要かどうかで決まってきます。Siri リモート第2世代は別売りで購入して Apple TV 4K 第1世代で使うことができるのと A12 バイオニックと A10X フュージョンの処理能力はほとんど変わらないためです。皆さんもあなたに合った Apple TV 4K を選択して快適に使ってみてはいかがでしょうか。